昨日さ、おっきな人型ロボットが戦争するアニメ見てたんだけどさ、あのロボットって人型の意味あるの？奈良坂さん、それは禁句中の禁句。浅村、お前は下がっていろ。この喧嘩俺が勝った。言わんこっちゃない。陰キャ男子の兄とドライな妹、義妹生活。やはり素人には分からんのだろうな、人型ロボットの強さというものが。人型じゃなくても遠くからミサイル撃つだけの戦車みたいなロボで十分じゃん。甘い。そういった誘導兵器がジャミングによって使えなかった時どうする？有志会戦闘は必須だろうが。つまりそういう設定だから白兵戦もできるように人型にしてるってことだね。じゃあ歩兵をロボに近づけさせれば済むじゃん。足の関節にバズーカぶち込めばイチコロでしょ。ロボの捕捉は新幹線並みだ。歩兵が近づくなど不可能。押しつぶされたらひとたまりもないしな。一応ゲリラ兵が待ち伏せてて倒すって描写もあるけどね。基本歩兵じゃ歯が立たないよね。大きいから。なら爆撃しよう。戦闘機で空から攻撃すればさすがの人型ロボットでも空には手も足も出ないっしょ。人型ロボットはな、飛行ユニットを装着すれば空中戦も可能なのだよ。もちろん運用コストだなんだで乱用できないし、大きいから偵察哨戒には戦闘機の方が向いてるけどね。じゃあやっぱ戦車が一番安定してるっしょ。機甲師団出撃。ロボットの携行兵器をよく見てみろ。ライフルの口径は巡洋艦の主砲並みだぞ。巡洋艦の主砲並み？それってどうなの？かつてタイガー戦車は巡洋艦に立ち向かったことがあるが、至近距離で撃たれて吹き飛んだそうだ。あとキャタピラじゃ踏破できない場所でも二足歩行ならって設定付けがされたりね。ロボを成立させるために。なんだよ浅村、さっきからいかにも中立ですみたいなちゃちゃばっか入れて。いやだって面倒くさいロボットオタクだって思われたらマルも気分良くないだろ。関係ない。どう思われようと俺は意見を曲げない。人型ロボットはリアルでも強い。そこは大人になるんだマル。さすがに真っ赤なロボットはリアルじゃ目立って的になるだけだって。赤は宇宙空間では逆に見づらい説がある。そんなことも知らないのか、オタクのくせに。じゃあ主役機が白とか黄色とか派手な色なのはどう説明する？居場所を分かりやすくするためだ。自軍の士気を上げ敵軍にとっては畏怖の対象ともなる。そのためのイコンなのだ。無理があるよマル。結局人型なのはアニメだからさ。君ともあろう人間がなぜそれがわからないんだ。なんかごめん、うかつに振っていい話題じゃなかったよね。ほんとごめん。チャンネル登録、Twitter のフォローをよろしくね。小説版義妹生活発売中です。